世界最古の木造建築法隆寺金堂。内部は仏たちの世界を表しています。仏像とともに厳かな空間を作り上げるのは12面の壁画。7世紀から8世紀にかけて描かれました。これらの壁画は古代アジアの仏教絵画を代表する至宝。しかし現在見ることができるのは20世紀に再現されたものです。1月27日午前7時ごろ、世界で最も古い木造建築物奈良法隆寺の本堂から出火。8時ごろようやく鎮火しました。1949年、金堂の解体修理中に起きた火災で壁画は焼損してしまいました。18年後、当時を代表する日本画家が集まり、壁画の再現プロジェクトが開始されます。下図として和紙に壁画の写真を印刷したものが使われました。どうしてそのようなことが可能だったのでしょうか。戦前の文化財保護事業で壁画の原寸大写真が撮影されていたのです。画面を細かく分割し、363枚のモノクロ写真を撮影しました。フィルムの代わりに観光剤を塗ったガラスを使う技法。ガラスはフィルムより耐久性に優れ、伸び縮みすることもないため、正確な画像を残すことができます。これを印刷するにはもう一枚ガラスを用意し、観光剤の入ったゼラチンを塗ります。そこに原板から画像を焼き付けると、焼き付けた部分はインクが乗るようになり、印刷の版となります。コロタイプという技法です。コロタイプはきめ細かく滑らかな画像が再現できます。これが下図になりました。1968年、再現壁画は完成。木枠をつけた壁画が金堂に収められました。本来あった場所で再び古代の輝きを放っています。原寸大写真が撮られた時、実はもう一種類の撮影が行われていました。4色のフィルターを通してそれぞれの色に対応するネガを撮っていたのです。まだカラー写真が一般的ではなかった時代、4色を重ねることで将来色が再現できると考えました。このガラス原板のおかげで焼損前の壁画がさらに克明に見えてきます。金堂東側の壁を彩る釈迦浄土図。とりわけ鮮やかな色彩が残っていました。説法する釈迦を取り巻く菩薩や弟子たち、一人一人の個性を生き生きと描き分けています。西側の壁、阿弥陀浄土図。金堂壁画の中でも特に傑作とされます。均一な太さで引かれた優美な線は当時最高峰の絵師によるもの。細部を描く筆の運びが絵師の息遣いを伝えます。そこに宿っているのは、はるかアジア大陸から伝えられた
仏の面影です。世界に並ぶもののない古代の至宝を1300年伝えてきた法隆寺。まさに奇跡のタイムカプセルです。